高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は福岡の学校給食が唐揚げ1個しかなかったっていう件について話していきたいんやけど、これは今年の4月に福岡市の小学校の給食が唐揚げ1個しかなかったってことが X で拡販されて、これに対して少なすぎるとか寂しいという指摘があったんやけど、担当者によるとこれ自体は昔ながらの給食ということで、この日自体の献立が麦ご飯、鶏の唐揚げ1個、春キャベツの味噌汁、牛乳やったらしいんやけど、これが計620キロカロリーあって、1食あたり600キロカロリーの市の基準を満たしていると言うとんのね。極端に少なかったわけではないのか。わけではない、一応。ただ、この唐揚げは、1個約 60g、155キロカロリーを基準に作っとって、通常の2個分ぐらいの大きさはあるっていう感じで、ただ、見え方は考えなければいけないっていう、給食運営課長の人も言っとんのね。確かに、写真のさ、皿がでかすぎるのがわからんけど。そうそうそう。唐揚げめっちゃちっちゃく見えるよな。結構、パッと見で見たら、貧相に見えるよな。だって唐揚げと味噌汁しかないもんな。そう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 。おかずが。ただ、この写真自体が印象操作かもしれんっていう声もあって、実際の福岡県民の声っていうのは、この唐揚げは個数は1個なんやけど、それ自体が結構大きくて満足しとるっていう話なんよね。じゃあ、我々が普通にスーパーとかで見る唐揚げよりは大きいわけかもっと、全然。本当かわからんけど、芸人のカンニング竹山氏が言うには、拳一粒分ぐらいの大きさはあるらしいよ。それ、大人の首だったらめちゃくちゃでかいけどな。そうそうそう。皿でかすぎやろ。確かにな。そうなってくるよな。だからどっちにしろ、この写真はある意味風評被害みたいなとこはあるらしいよね。で、ここで学校の給食費についての話をしたいんやけど、今、2021年度の話なんやけど、公立小学校の給食費は月4477円平均でな。中学校で5121円。で、2023年5月の時点では、小学校で4688円、中学校で5367円と、ややちょっと上がっとるけど、だいたい全国的な平均はそのくらいらしいよね。近年の物価高を考えたら、そこまで上がってないんか。で、さっきも話した福岡市の給食費に関しては、令和7年2学期から無償化を謳っとんのね。今年から。そう。ってことは、唐揚げ1個の給食の時はまだ無償化してないってことやんな？そう、その時点では無償化ではない。で、全国的に見ると、2023年9月の時点で、約3割の自治体が給食費を無償化と謳っとんのね。どうなの？なんか多くないなって思ったけど。ただ、この2023年度時点で、3割が無償化って言ったんやけど、その6年前の調査では、全体の 4% しかなかったってことに比べたら、かなり近年無償化っていう風潮にはなっとるよね。めちゃくちゃ増えとるな。どう考えると。そう、めちゃくちゃ増えとる。これが2023年3割やから、2025年度の時点だったらもっと多くなっとるかもしれん。確かに、小池百合子が、東京の小中学校の給食は、今年か来年から完全に無償化するって言ってるもんな。やっぱ、どっかがやり出すと、一気に広がっていくんやな。だから、全国的にも無償化の流れになっとんのね。でも、どうなるな。無償化するってことは、国と自治体で負担するってことやから、その自治体によってはな、金がない自治体だと、給食に予算割けやんから、それこそ給食の格差が広がるような。そうやな。現時点では、国が給食費の 56% を負担して、自治体が 22%。で、保護者が、残りの2割を負担しとるようなイメージ。ってことは、さっきの平均が小学校で4688円やから、平日が月20日ぐらいあるとしたら、200円ちょい。で、その5倍ってことは、人件費とか光熱費とかもあるかもしれんけど、一食あたり1000円ぐらいなんか、一人にかかっとる金額が、ざっくりと計算すると。そうやな。一食1000円って考えると、唐揚げ1個、いくら2個分とはいえ、ちょっと貧相なメニューには見えるけどな。確かにな。で、さっきも言った通り、自治体によって結構貧富の差があるから、給食自体の格差があるっていう記事も紹介されとったんよね。例えばここで上がっとるのが、東京の給食についてなんやけど、例えば肉なら牛肉は使わずに、豚こま肉か鶏肉を選んだり、料理によっては鶏もも肉よりも安価な鶏胸肉を使うなどをして、節約したり。魚とかも、本当は鮭とかを出したいんやけど、比較的安いサゴシって言われる、サワラの未制魚を使ったりしとるらしいよね。
で、俺はあんま知らんだんやけど、冷凍切り身魚のメルルーサっていうのが、より安価なホキを多用するようになって、これがどちらも外国産の深海魚らしいんよね。深海魚をその給食に使っとったっていうのが、まず衝撃やったんやけど、結構あるんかな。記事では当たり前のように紹介されてたから。メルルーサもホキも知らん魚の名前やから、知らん魚の名前ばっかり出てくる。そうそうそう、定番って言われても。でも、メルルーサは調べたんやけど、結構大量に取れる魚らしいよ。深海魚ではあるけど。あ、そうなんや。だから、割と安くて、で、なおかつ冷凍で出回るから、弁当の白身魚のフライとか、フィッシュバーガーとか、かまぼことか、はいはい、練り物に使われとんねん。じゃあ俺らも知らず知らずのうちにメルルーサを食べとったわけや。そうそう。だから、たまに、その白身魚のフライとか言ってさ、定食屋とかで出てくるやつ、真っ白の身のやつとか、実はメルルーサなんかもしれんな。はいはい。確かに、何も思わずに言っとったけど、そういうことなんかもしれんな。そうやな。何の魚か分からずに食っとったけど。じゃあ、深海魚出てくるんや、給食。っていう感じで、物価高が、こういう給食にも、迫っとるわけや。に直撃しとんのや。確かに、俺らが小学校の頃って、給食は主食プラス、副菜くらいはあったような気がするんよね。主菜、副菜、スープ、ご飯、おはパン。だからそう考えると、前のこの福岡の献立は、物足りんのかなとは思うけどな。品数的には少ないよな。少ないと思う。だって唐揚げと味噌汁とご飯と牛乳やろ。そうそう。どうなのな。600キロっていう基準がさ、他の自治体も一緒で昔から変わってないんやとしたら、唐揚げが相当でかいか、味噌汁にめっちゃ具入っとるかやんな。見た限り味噌汁に具は入ってはそうやけどな。写真はそうやな。でも春のキャベツの味噌汁って書いてあるから、キャベツが味噌汁に入ってるってことは具は結構多いんかなと思ったけどな。そうやな、メインなんやろな。写真写りか盛り付けが悪いんやろうけど。そもそも給食費っていうかさ、この予算に無理がある気するけどな。一食いくらっていう。そうやな。ただ、本当に唐揚げ2個分の大きさがあるんやとしたら、小学生って、学年にもよるけども、そんな大人ほどは食わんからさ、そうやな。十分なんちゃうの？だって、俺らの時もさ、給食、そんなメインのさ、魚とかさ、肉ってでっかくなかったけど、別に足らんかったって記憶ないからな。確かに、給食足りんかったっていう思い出はないな。三重県津市出身やけど、津市でさ、有名な給食っつうとやっぱ津餃子が有名なんやけどさ。津餃子な。月に1回ぐらいメイン。そう。普通の。餃子正直でかいだけやな。そうやな。普通の餃子の、2個から3個分ぐらいの大きさの揚げ餃子やんな。そう。揚げ餃子にすることでカロリー稼いとったんちゃうんか。こう思うとな。すごい先生とかはさ、今日は津餃子の日やからみたいな葉っぱかけるけどさ、別にそんな楽しみでもなかったよな。全然、給食ってさ、毎日献立違うからさ、結構当たり外れ激しいけどさ、その中で、津餃子の日は外れの部類やったな、俺は。津餃子に振って他の副菜とかがめっちゃしょぼかったもんな。そう。それこそこの唐揚げと同じようなボリューム感やったよな。確かにな。なんか禁止感あると思ったら、それやわ。今思うとだって津餃子こと野菜、めっちゃしょぼい野菜の漬物みたいなんとパンとかやったからな。確かに。別に津餃子自体はうまかったけど、他がさ、毎回同じ組み合わせやからさ、外れやったな。津餃子の日はあんまり嬉しくなかったな、俺は。こういうさ、学校の給食がしょぼいっていう話になるとさ、給食やめて弁当にしろっていう意見もあるけどさ、それはそれで、また家計の圧迫になるしさ、今思うとその一月4、5千の給食費っていうのは、結構良心的やと思うな。だって、20食分やもんな。1食あたりが200円ぐらいやから安いわな。安い。弁当の方が格差出るよな。いや、出ると思うで。てか出るな。俺ら中学校からさ、弁当やったからさ。はい。だから学校で弁当食っとったけど、やっぱちゃんとした家庭はさ、結構豪勢な弁当っていうかおかずもバランス良くて、量も多かったけど、やばいやつは本当にご飯とたくあんだけみたいなやつもおったからな。確かにな。そう、格差出るわな。ただでもネット上の意見やとさ、もっとこれ給食費に予算割いて、ちゃんとした給食出したれよっていう意見が多いんよな。ヤフコメとか X とか見とると体感。多いけど、それって結局さ、公金を給食費に注ぎ込むことになるわけやん。独身税反対とかさ、減税って言ってる割には、この給食に金を入れるのは賛成なんやな。ネットの方々は。いや、俺もあながち
そっち派の意見やけどな、これに関しては。あ、そう。もう、これはだって子供にちゃんとお金が行き渡るやん。まあ、給食費っていうな。給食費っていう。で、給食が合成になる。ただ、独身税とかは子供庁に入るだけで、それの用途は不透明やんか。だから、何に使われとるかわからん減税よりは、ちゃんと子供たちにっていう未来のある若者に費やした方がいいんじゃないの？一応子供家庭庁もなんか用途言っとるけどな、出産一時金に当てるとか、あと、分娩のその出産費用に保険を適用するとか言っとるから、それが結局は子供の家庭の食費とかに当てられるわけやん。浮いたお金が。うん。だから、同じような気がするけど、でも、その独身税に関しては、勝手に好きで作った子供、他人の子供なんで、子持ちじゃない、子なしの人たちが養ったらなあかんねや、みたいな。言ってる人結構おったけどな。でも、給食費だって同じじゃない。給食費にさ、税金つぎ込んだらさ、その子供を持ってない人の税金も、使われるわけやから、当然。まあ、それはそうやけどさ。不満出そうやけどな、子供おらん人からすると。気持ちの問題じゃないまあでも、こんな写真見たら、かわいそうって思うのが、やっぱ人のあれなんじゃない感性なんじゃない？わかりやすいからな。そんなこと言ったら、給食費増税とかいう謎の増税が始まるかもしれんね、また。確かにな。覚悟はしやなあかんかもしれん。給食をさ、のボリュームを増やすとかさ、いいもん食わせるっていうのもさ、考えもんやと思っとってな、俺は。結構学校給食の食品ロスって深刻な問題になっとってな。あ、はいはい、廃棄な。そう。国の調査って、児童生徒一人当たり年間約 17.2 キロの食品ロスが発生しとんっていう統計があるのよ。年間推計全体では約4万トンなんやけど。はいはい。やっぱ、小学生って好き嫌いもするし、全然食わん子は食わんから。だからおかずとか給食を増やしたところで食わんからいいんじゃない？この唐揚げ2個、味噌汁でも全然十分なんやろうなと思うけどな。これってでも、どうなんやろな、今の子はあれやけど、子供同士やったらさ、残す子の給食もらったりせん？あったよな。っていうか、もともと、もう給食係がおかわりすること前提にみんなに少なく配分して、で、食いたいやつが勝手におかわりするみたいな風になっとったよな。で、こっちからもオーダーして少なくしてくれとか、言っとったしな。嫌いなおかずの時は。言っとった。でもおかわりするとかさ、例えば個数で分けられとる時はおかわりじゃんけんとかしたやん。あれもさ、おかわりしたくてもできん子とか、例えば女の子とかさ、生きづらくて不公平じゃないあれも。確かに。女子がおかわりするんかみたいな目で見られるしな。そう。実際、女子でそんなガツガツ言っとる子はあんまりおらんだからさ。めったにおらんもんな。で、あれもおかわりじゃんけんするようなやつなんてさ、もう食い意地張ったやつかもクラスの陽キャしかおらんからさ、毎回メンバーが大体固定されてくんのね。そう、制度もな、食品ロスを防ぐには、いいと思うけど、不公平やと思う。子供ながらにな、ちょっと思っとった。みんな同じ平等にな、給食費負担しとんのにな。そう。で、あと、これ先生もさ、同じ量を出されるわけって考えたらさ、先生足りるんかなって思うわ。先生は絶対足らんよな。な。確かに同じもん食っとったんか、先生も。じゃあ先生も給食費払っとんのか。払っとるんじゃないさすがに。天引きかわからんけど。で、先生はおかわりじゃんけんできん。遠慮して。確かに参加してきたら非難されるわな。何やこいつってなるからさ。小学校の時さ、毎年、給食のさ、献立でさ、希望の献立を書くアンケートあったよな。あった。でさ、その結果が発表されるんやけどさ、全校集会みたいなんで。で、高学年の人気のっていうか、こういう献立を出してほしいっていうので、毎回上位に上がるのがお茶やったんよ。牛乳じゃなくてお茶がいいっていう意見が多くて。で、それ6年間さ、一生でもずっと反映されることはなかったからさ、何のためのアンケートなんやろって俺ずっと思っとったんやけど。確かにな。で、調べて分かったんやけど、学校給食で牛乳を出すのは法律で決まっとるんやな。そうなんや。らしい。だからお茶にできやんらしい。へえ、そうなんや。学校給食法で決まったんだって。牛乳、何も違和感なくずっと飲み続けとったけど、確かに牛乳飲めやん子とかやったら苦痛やな。昭和29年に制定された法律でずっと牛乳出とるらしいよ。へえ。とはいえな、最近の給食は結構おしゃれよな。ガパオライスが出とったりとか。はいはい。民族料理っていうか。そう、だから外国のな、変わっとんだよな、じゃあ学校給食もな。俺らの時も、特別な料理ってさっき言った津餃子ぐらいしか覚えてないけど、給食に関して不満はなかったけどな、俺は個人的に。総じて別にな、不満はないけど、
めちゃくちゃまずい野菜のおかずみたいなのあったけど、まあたまにそういうのが紛れ込んでくるけど、全体で見れば、不満はなかったかな。もうなんかやたら食うやつが、ご飯のさ、おかわり早いもん勝ちとかになって、もうかっさらっていくようなことがよかったから、確かに。食いたい量食えやんような日もあったような記憶はあるけど。このポーカーのやつに関しては見栄え的にちょっとおかずが唐揚げ1個っていうのがちょっとまずかったとは思うわ。あれ写真見ると、まあさすがにちょっと非難されてもしょうがないなとは客観的に思ったから。刑務所の飯よりやばいみたいな。ああって言われとるな。比較対象おかしいけど。小学生であれのメニュー見たらちょっとがっかりするなとは思ったな。そんな感じで今日は福岡の学校給食の唐揚げが1個で問題になってるという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。